こんにちは、かいこうじです。今日はですね、ちょっといつもの動画と違うんですけども、じゃん！任天堂スイッチのスプラトゥーン3にめちゃくちゃ今ハマっていて、ゲーム実況のライブ配信やりたいなーって思ってですね、どうやったらコンパクトにシンプルに最小限の機材でゲーム実況のライブ配信ができるかなっていうのを考えて、実際にね、機材揃えて作ってみたんで、それをね、皆さんにシェアしたいと思います。ゲーム実況といえばですね、スイッチの場合だと、ドックに挿して、ドックから HDMI 出力して、そうすると普通テレビ画面とかに出力できますよね。ただ、ゲーム画面の録画をするには、HDMI キャプチャーっていうのを通してですね、で、パススルーでテレビのモニターに映して、で、録画機材にもう一方をつなぐみたいなね、そういう感じで録画して、編集してアップロードすればね、ゲーム実況っていうのは実際できると思うんですけど、ゲーム実況のライブ配信ってね、結構難しいじゃないですか。かなりスペックの高い PC も必要だし、結構難しいんですけど、最小限でね、機材を組んでみたんで、それをね、今日はご紹介していきたいと思います。で、僕が組んだ最小の機材が、これです。じゃんはい、もうね、モニター1個からちょっとね、線が出てますけど、ほぼこれで完結。で、ちょっとね、裏側見ていただきましょう。はい、こんな風に、ちょこちょこと機材が貼っつけてありますね。はい。で、ちょっと一個ずつね、説明していきますけど、基本的には、この 15.6 インチのモニター、これはね、ミニスフォーラムっていうところのモニターになってますね。ミニスフォーラムさんといえば、ミニ PC がね、結構、有名というか知られてると思うんですけど、ミニスフォーラムの 15.6 インチのモバイルモニター、この間送ってもらったんで、これね、使いました。概要欄にね、リンク貼っときます。と、あと、モニターの詳細については、後でね、ちょこっとね、サイト見て紹介したいと思いますが、この 15.6 インチのモニターと、任天堂スイッチのドックがなくても HDMI 出力ができる、こういうね、ちっちゃいやつと、それから、これはね、HDMI 出力のスプリッター、分配器ですね。1入力、2出力の分配器になります。はい。まずはこの3つ。モニターと、スイッチ HDMI 出力と、HDMI のスプリッターでしょ。それと、はい、じゃーん。以前も紹介しましたが、これはですね、ヨロライブのヨロボックスミニっていうね、これはね、ライブ配信する人にはもうめちゃくちゃいいね。ヨロボックスシリーズの一番ちっちゃいやつ。入力がですね、HDMI のインが1つ、USB のインが1つっていうね、シンプルな作りになってるんですけど、スイッチャー兼ライブ配信できる機材みたいな感じですね。あとね、モニターにもなるっていうね、やつなんですけど、通常はHDMI 出力されたスイッチの映像を HDMI キャプチャーでパソコンにつないで、しかもちょっとね、スペックのいいパソコンにつながないと耐えられないと思うんですけど、そこで OBS とかね、そういったライブ配信のアプリケーションを使って YouTube にライブ配信するっていうね。結構ね、そのライブ配信アプリについての知識も必要、使い方の知識も必要だし、ノート PC のスペックも必要だし、結構ね、いいノート PC 買わないとできないし、っていう感じで大変なんですけど、今回はですね、このスイッチ本体と、ヨロボックスミニと、モニター、スイッチの HDMI 出力、それから HDMI 分配器。この5つだけでですね、簡単に、高画質なライブ配信ができてしまうっていうね。これだけですよ。こんだけです。めちゃくちゃシンプルじゃないですか？はい。で、ちょっとね、詳しく説明していきますが、ちなみに、このモニターにも、スイッチのドック、それから分配器にも、給電する必要がありますけど、三つ股の USB のケーブルをね、使って、これ1本にしてますね。はい。このドックにはスイッチをつないであげて、スイッチのドックから出力された HDMI の信号は、この分配器に入って、分配器で2つね、出力されます。1つは 15.6 インチのモバイルモニターに入って、で、もう1個をヨロボックスミニにつないであげて、こっから配信するっていう感じですね。めちゃくちゃシンプルでしょ？で、しかもね、給電はこの USB1 本だけ。で、コンセントのアダプターにつないでもいいんだけど、せっかくだったら、コンセントにつながないでモバイルバッテリーを使ってね。じゃん。これかなり昔に紹介したやつだけど、27000mAh のモバイルバッテリー、大容量です。プロボークっていうね、もう5年ぐらい使ってますけど、この愛用している大容量のモバイルバッテリーにつないであげて、このバッテリー1個でモニターとドックと分配器給電してあげて、で、ドックに給電してあげることで、
スイッチと接続した時に、スイッチに給電しながら使うこともできますね。なので、スイッチの充電は OK でしょ。で、ヨロボックスミニはね、バッテリー搭載で、結構長い時間、3時間ぐらいかな。この本体だけで配信できるんで、これにはね、給電しないで、使って、バッテリーが少ない場合はね、もちろん、タイプ C で給電しながら使うってこともできるんで、基本的にはこのプロボーグ1個で電源も完結っていうね、めちゃくちゃシンプル。じゃあ実際にね、つなげて、どんな感じかね、見てみましょうか。接続してみました。というわけで、最小の構成、こんな感じになってます。モニターがあって、配信用のヨロボックスミニがあって、そして、ちょっとね、こうやって上から見てみるとわかりますけど、こんな感じでもう線繋がってないんですよね。ぐるーっと。で、こっち側に、任天堂スイッチがあって、その下に、モバイルバッテリープロボークがありますね。で、スイッチのドックと、HDMI のスプリッターは、この中か。この中にも隠れちゃってます。じゃん。はい。っていう感じでね、めちゃくちゃシンプル。僕の考える、任天堂スイッチのゲーム実況ライブ配信の最小構成、こんな感じになりました。どうですか？めちゃくちゃシンプルでしょ？ヨロボックスミニの使い方とかに関しては、以前動画出してるんで、とってもね、便利なものなんで、ちょっとチェックしてみてください。でまたね、ヨロボックスについては、ヨロボックスウルトラっていうのをね、近日紹介する予定になってますので、お楽しみにしてください。じゃあせっかくなんで、ちょっとね、一戦やりましょうか。その前に説明が必要かな、もうちょっと。もう一旦ね、説明おさらいしますと、まずは、任天堂スイッチの、このタイプ C のポートから、任天堂スイッチを HDMI 出力できる、ドック的なね、役割をする、この機材につなげてあげて、この機材から HDMI のケーブルが伸びて、それが U グリーンの HDMI スプリッターにつながってます。1入力2出力なので、このスプリッターから2つ HDMI の出力ができて、1つは 15.6 インチのミニスフォーラムのモニターに映してますね。で、もう1つがこっちに行って、ヨロボックスミニに入ってます。ヨロボックスミニはバッテリーがあるので、給電なしで駆動できるし、このドックとスプリッター、それからミニスフォーラムの 15.6 インチモニターには、モバイルバッテリープロボークから三つ股の USB Type-C のケーブルを介して給電してます。先ほど言いましたけど、スイッチのドックからは、スイッチにも給電されてるので、スイッチの充電も心配する必要はないっていう感じになってますね。はい。めちゃくちゃシンプルでしょ、これ。これはすごいですよ。これシンプルにできているポイントとしてはですね、任天堂スイッチの正規のドックを使わずに、コンパクトなそのドック的な役割をするやつを使っているっていうことと、あとはですね、通常は、任天堂スイッチから出た HDMI 出力を HDMI キャプチャーっていうのに入れて、それをまたパソコンに取り込んで、OBS とかね、そういったライブ配信アプリを使って配信する。それとは別に、もう一個、HDMI キャプチャーにパススルーの機能がついていれば、HDMI のスルーの信号をモニターに出して映してあげながらやる。で、パソコンの方はですね、ライブ配信するには結構スペックが必要だったりするんで、それらを揃えようと思うと結構高額になっちゃうなっていう感じで、配線とか機器も複雑だし、ライブ配信アプリの知識も必要だし、高スペックな PC も必要ってことで結構難しいんじゃないかなと思うんですけど、かなりね、シンプルに簡単にライブ配信できるセットになってると思います。ただね、安くできるかっていうとそうでもないですね。このモニターがね、だいたい2万円ちょっとでしょ？モニターは何でもいいと思うんですけど、一応僕が使ってるのはミニスフォーラムの 15.6 インチのモニター。で、ヨロボックスミニがね、高いかな。ヨロボックスミニはね、7、8万すると思いますね。で、ドック的な役割を果たすやつね。ニンテンドースイッチの HDMI 出力できるやつは2000円弱。スプリッターは U グリーンのやつで2800円ぐらい。っていう感じなんで、トータルでスイッチ含めなければ10万ちょっとぐらいかな。10万円ぐらいで、できますね。にしても高いです。やっぱね、このライブ配信機材ヨロボックスが高い。ただ、ノート PC を新たに用意してやるってなると、ノート PC だけでかなり高額なんで、それを考えれば、価格的にもそんなに高くはないかな。そしてこのシンプルさで考えれば、
いい感じなんじゃないでしょうか。ちなみに今の価格には、モバイルバッテリーのプロボークは入れてませんでしたが、これはね、電源コンセントから取ったりすることもできるんで、ちょっと省きましょう。っていう感じですかね。じゃあせっかくなんで、ちょっとライブ配信して終わろうかな。ヨロボックスミニでライブ配信のね、設定してみましょうね。これはテスト配信なんでテストと名前をつけて、で、ライブ配信のスケジュールをする場合は、日付と時間をね、設定することができますけど、とりあえず、なしで作っちゃいましょう。はい。今ね、こっちのモニターにも、ヨロボックスミニにも、ちゃんとね、映像が出力されてますね。YouTube と、もう接続してるんで、YouTube ライブストリーミング、YouTube の公開設定を決めます。公開、限定公開、非公開とありますけど、限定公開にして、ダウン。さあ、あとは、マイクとかね、調整しなきゃいけないですけど、この辺は、HDMI の音は、ゲームの音声ですね。これちょっと低めにして、あとマイクつながなきゃですね。マイクは DJI マイクをつなぎましょう。最小機材の説明にマイク入れてませんでしたね。マイクは必要なので、安いものだと、ここにつけるマイクで、Amazon で500円から、ちょっとしたビデオマイクで2000円とか3000円とか、そんぐらいで手に入ると思います。で、今マイクつなぎましたね。で、マイクの音量はプラス3ぐらいにしておきましょうか。で、エンコーディングセッティングが大事ですね。何回かやってみて、一番良かったのがこの CQ。CQ っていうのは、ビットレートも FPS も、その時できる最大でね、やってくれる感じがしたんで、CQ にすると、一番画質が良かったです。逆に CBR、VBR は、そんなに悪くないけど、良くもないって感じでしたね。これは配信するゲームとか画面とかそういったものによると思うんですけど、あと配信するネットワーク環境とかにもよると思うんですが、僕の環境ではね、この CQ っていうのが一番良かったんで、これでいきます。フル HD60fps で配信してみましょうかね。もうあとはね、Go Live 押せば配信できちゃいます。じゃあ、一戦だけね、やっていきましょうか。X マッチじゃなくて、バンカラマッチ、オープン、ガチアサリでやっていきたいと思います。はい、マッチメイクスタートして、Go Live! このライブ配信の、限定公開の URL は一応概要欄に貼っとくんで、見てもらわなくてもいいと思うんですけど、一応ね、画質どんな感じでできるのかっていうのが気になる方は見てみてください。さあ、行くぞー。これは今、テスト配信なんですが、今結構いい感じだと思う。32,000kbps ぐらい出てるし、ドロップフレーム0。画質、いい感じだと思うんですけど、いかがでしょうか？最初の構成で、これだけ綺麗な配信ができると。さあ、どうかな？勝てる！勝ったー！はい、こんな感じで、ライブ配信できるんですよ。かなりね、綺麗じゃないですか？ミニスフォーラムのモニターね、これの説明もちょっとだけ。画面ね、すごく綺麗だし、タッチ対応で、リフレッシュレート144っていうね、結構いいね、モニターなんで、普通にね、おすすめできます。こちらがミニスフォーラム 15.6 インチポータブルモニター MSS-A156 の、ページになりますね。2560×1440 の 2K 高解像度になってますね。リフレッシュレートが 144Hz 高いです。いいですね。ゲームやるにはもってこいですね。ちなみにスイッチは 60fps なんで 144Hz いらないんですが、フォートナイトとかね、そういうリフレッシュレートが高ければ高いほどいいゲームをやるにはもうぴったりだと思います。タッチ対応ですね。10点マルチタッチ。それから400ニットと結構明るいですね。IPS のハードスクリーン。ベゼルが 4mm っていうことで、この枠の部分が極薄になってますね。重さが 0.9kg、厚みが 4mg とね、かなり薄いです。高感度な指先タッチ。USB Type-C で出力できる機器だとケーブル1本で接続できていいですね。セカンドモニターとしてぴったり。2K 高解像度。2560×1440 ってかなりね、高解像度だと思います。綺麗ですよね。視野角は178度とかなりね、広いですね。優れた色とコントラストを提供できる IPS パネル。マグネット式の保護ケースついてますね。表示はね、横でも縦でもできます。はい。というわけで今日はですね、任天堂スイッチでゲーム実況のライブ配信をコンパクトにシンプルに最小限の機材でやるにはどうしたらいいかっていうことで、考えた機材セットを共有させていただきました。今日紹介したものはですね、全部概要欄にリンク貼っときますんで、参考にしてみてください。
あとはですね、もしよかったら詳しい方がいたら、こんなライブ配信の方法あるよとか、こういう方法でもコンパクトにシンプルにできるよなんていうのがあったら、ぜひぜひコメントでね、アドバイスください。またですね、ガジェットとかドローンとかモビリティとかね、そういった動画たくさん出していきますので、今後も一緒に楽しんでいただけるという方は、ぜひチャンネル登録お願いします。さよなら。